ぱりそういう今のなんか違ったなっていう感覚はすごい大事だと思うんですよね。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は日本人と全く同じように日本語を自由に操ることができるマットさんをお招きしています。そしてどうやってそんなに日本語がペラペラになったのかについてお聞きします。特にマットさんはアメリカに住みながらこんなに日本語が流暢になったということですので、そのことについて詳しくお聞きしたいと思います。マットさん、お忙しいところお時間取っていただいてありがとうございます。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マットさん、よろしかったらこのチャンネルの方々、知ってる方も多いかもしれませんけども、自己紹介よろしくお願いします。はい、アメリカ人のマット・アーチャーです。で今、3年ぐらい日本に住んでて、外国人に日本語を教える仕事をしてます。で日本語はもう15年ぐらい勉強してます。なるほど。15年ぐらい勉強してると言っても、聞いた話ですと、今みたいにペラペラになったのは日本に住んだからではなくて、自分で勉強してこんなにペラペラになったって聞いたんですけど、ちょっとそのあたり教えていただけますか？はい、最初に日本語を勉強し始めたのは高校生の時なんですけど、でも最初の何年かは結構緩い感じで、ただ学校の授業を受けたりとか、そんなちゃんとした真面目な勉強じゃなかったんですけど、17歳の時にちゃんとペラペラなりたいから頑張ろうって、結構その勉強に対して真剣になって、最初の方で、半年ぐらい日本に留学したんですけど、やっぱり半年の留学だけじゃなかなかちゃんと、ペラペラというか流暢喋れるようにならなくて、で帰ってきて、そのせっかく留学したのにまだ少ししか日本語喋れないのが悔しくて、それでアメリカにいながら結構猛勉強みたいな感じで、始めて、でその時から、4、5年ぐらい経った頃には、今の日本語力の、8割9割ぐらいあったんじゃないかなっていう。ほぼ今の感じだったんですね。そうですね。実は私も、マットさんのチャンネル、まだマットさんがアメリカにいらっしゃる時の様子とかも、見させていただいてたんですけど、今とほとんど変わらない日本語のレベルですよね。じゃあ逆を言うとですね、ある国に住んだからといってその国の外国語が自動的にできるわけではないし、逆に、住まなくてもやり方がちゃんと良ければ結構ペラペラになるっていうことなんでしょうか？そうですね。今の、この時代は本当にそうだと思いますね。その昔の例えばその70年代とかそれ以前だったら、やっぱり、自分の国にいたらあまり教材とか手に入らないじゃないですか。あと他のそのネイティブスピーカーあんまりアクセスできないとかあったと思うんですけど、あとその国に行ったらやっぱり自分の母国語英語とかその中国語だともう全然もう生活できない環境だったと思うんで、もう本当に仕方なくその国の言語を身につけるしかなかったと思うんですけど、今の時代はネットがあるんでいくらでもその自分の国に行っても、インターネットを通してその国の方々と話したりとか、あと普通にメディアとかいっぱいその本読んだり動画見たりとか映画見たりとか簡単にできますし、で逆にやっぱり世の中が便利になりすぎてしまって、その国に住んでも結構自分の母国語だけでちょっと翻訳アプリ使ったりとか、あとやっぱ世の中のいろんな国の人々が結構英語できるようになってきちゃったっていうのもありますし、結構そう覚えなくても案外生活しやすいっていう状況もあるんで、結構今の時代はどの国にいても関係ないっていうか、自分のやる気次第って感じだと思います。確かにそうですね。だから日本に住んでいても英語を話す人ばっかりと付き合ったり、あと YouTube とか全部英語ばっかり聞いてたら、いつまでたっても日本語が上手にならないし、逆にアメリカに住んでいても、今便利な世の中なので、もう朝から晩まで日本語漬けの生活をするっていうことも可能なわけですよね。そうですね。いやそれで思い出しましたけどもマットさんの面白い経験、どういう時に複雑な気持ちになるかっていうのは日本に今住んでいらっしゃるんですけど、やっぱり見た目が外国人なので、店員さんがパッて見たらすごく一生懸命英語で喋りかけてくれるという、
それは、そうですね。まあもちろんサービス精神から来てるので嬉しいと思う反面、いや僕日本語結構できるんだけどっていうそう両方のそうですね。複雑な気持ちがあるとおっしゃってましそうですね。たね。本当にその通りで、結局決してこれは日本人の店員さんを責めてるわけじゃなくて、はい。まあやっぱり僕みたいな見た目の人の、まあ、はい。大多数は実際日本語はい。できないんで、うんまあそれが店員さんからすると正解な対応だと思うんですけど、だから決してそうしないでくれとか言ってないわけなんですけど、でもやっぱりなんだろう、見た目で、あ、はい。普通に日本語できるのにできないって、まあちょっと勝手に決めつけられるっていうか、まあちょっと、いや、日本語できるけどなーって私も少しは思っちゃいますよね。で、その時言うんですか？あ、私日本語で大丈夫ですよとか言うんですか？それとも、あ、オッケーってああ。もう英語でやるんですか？いや、もう結構日本語で返し合うことが多いんですけど、でもなんか、日本語できますよっていうよりも、ただ、はい。はい、ありがとうございますとか、普通に、なるほど、なるはい、ほど。わかりましたって言って、それで、まあ、ほとんどの店員さんは、この人日本語わかるんだって、すぐ切り替えてくれるんですけど。でもそれでもたまにしつこく英語で、続けようとする人がいるんで、その時はちょっとイラッとしますけど、でもまあ、稀にしかいないんで、はい。それですごく面白かったのは、マットさんの結論は、まあ、日本の店員さんを責めるのではなくて、日本に住んでる外国人のみんな、もう少し頑張ろうぜ、みたいな、そういうことでしまあたっけ？そうですね。まあそうですね。まあ現実的に考えて、今のね、はい。まあ今東京にいるんですけど、東京ははい。本当に、まあこういう見た目の人で、日本語できない人で溢れ返ってるんですけど、そのほとんどの人は観光客なんで、住んでるわけじゃないんで、やっぱりちょっと観光客にちゃんと日本語はい。を勉強してから来いっていうのはちょっと無理があると思うん確かに。で、まあ、現実的に考えてずっとこのままなんじゃないかなとはちょっと思っちゃうんです確かに。けど、まあ、店員さんから見たらマットさんが日本に住んでる人なのかそれとも観光客なのそうかっていうのですよね。はわからないんですよね。そうですよね。確かに。なんかでも今話を聞いてたらマットさんの日本語学習はすごく順調であまり挫折することがなかったのかなっていうふうに見えるんですけど、その辺はうん。どうですか？でもそんなことないですよ。留学から帰ってきて、留学で頑張ったのに、まだその日本語できない。あと、その留学した時は、結構あんまり楽しくなかったっていうか、でまあ僕のちょっとコミュ力のなさっていうか、ちょっと陰キャだったんで、多分すごい陽キャみたいな人だったら、まあ、言葉通じなくてもなんとか友達とか作れると思うんですけど、僕の場合はそんなうまくいかなくて、普通に高校生で日本の高校に留学したんですけど、やっぱり周りのその学生たちとあんまり、まあみんな優しかったんですけど、ちゃんとした友情って言えますか、そういうちゃんとした友達あんまり作れなくて、あとホーストファミリーともあんまりうまくいかなくて、だからちょっと孤立してしまって、そういうちょっと気持ちの面で辛かったんで、なんか、俺なんでこんなに日本好きなんだろう、別に楽しくないけどなってちょっとなりかけて、もうやめちゃおうかなって、その時も、まあ日本語の自体が難しかったっていうか、まあ日本の文化ともなんか、うまくやっていけるかな。でもやっぱり言葉の壁があったんで、やっぱちょっとそれをちゃんと克服してからもう一回チャレンジしたいと思って。そうだったんですか。まあ若い時なのでいろいろ、まあそうですね。そうですね、コミュ力がそんなにないのが当たり前だと思うし、あとはホストファミリーとか行った環境とかもその相性とかもやっぱりありままあすよね。そうですね。じゃあその時はちょっと悔しい思いをしたっていうことですね。そうですね。はい。そこでそう。もう日本は好きじゃなくなっちゃったっていうことはないんですか？まあちょっとやっぱそっちの方向に行きかけてたんですけど、でもどっか俺の日本愛はまだそれでちょっと完全に燃え尽きなくて、やっぱいやなんかこのままだとちょっとやりきれんぞみたいな。じゃあやっぱなんかまだ俺と日本の間になんか絆みたいなものなんか感じるぞみたいな、なんかまだあって、やっぱこのままじゃもうやめられないっていうなんかあったんですよ。もう例えばね、今マットさんの日本語を聞いてると特に、アメリカ人に多いこの英語的なアクセントあ、っていうのが本当にないですね。特に外来語の時にも英語みたいな話し方をする人がアメリカ人はいですとかそういうはい。言い方をする人が多いんですけど、マットさんそれが全くないんですよね。
何かその勉強の秘訣とか特にアクセントに関して頑張った部分ってああ、るんですか？そうですね。僕の場合はすはいごいインプットをはい重視してて、特に最初の何年かはもうはい。ほぼ起きた時から寝る瞬間までできるだけ日本語を聞くようにして、その当時はiPod、はいはい、はいだったスマホなかっはいたので はい iPod をずっとその有はい。線のイヤホンつなげてずっと日本語聞いてたんですけど、本読んだりとか、アニメとかドラマとかいっぱい見たりとかで、最初の方はアウトプットそんなにせずにやっぱりインプットに集中して、でそうするといろんななんか文法だったりとか単語の自然な使い方だったりとか、あと発音とかアクセントイントネーションとか、同時に自然と、無意識に吸収できるんですごい効率がいいと思うんですよね。でもちろんそれで全部を完璧に吸収できるわけではないんですけれども、でも一旦、吸収できるところを吸収しといて、で後からちょっとこぼれたところっていうか、まだちょっとずれたところを、ピンポイントで、勉強したり修正したりするのが結構、全体その勉強過程の全体を見た時に一番効率いいんじゃないかなって思うんですよ。じゃあアウトプットする前にまずはとにかくインプットするっていうことですね。そうですね。それで感覚みたいなものを育てて、でやっとアウトプットする段階に来たら、今までそのずっと取り入れてきた日本語が自分の中にあるんで、そこから、やっぱりそんな最初はすんなり話せるわけではないんですけれども、でも日本人ってなんかこういう時こう言うよねみたいな感じで、その自分のいっぱい聞いてきた日本語をちょっとつなぎ合わせて、自分がなんかその発言した時になんかずれてたよなみたいな、そういう感覚も結構インプットを通して芽生えたりするんで、それでなんか自分で修正したりとか、それでなんか今の違ったよな、本当はなんて言えばいいって日本人聞いたりとか、やっぱりそういう今のなんか違ったなっていう感覚はすごい大事だと思うんですよね。それがないともう無意識のうちにいっぱいミスをしてしまって、でそれに気づかずにそのミスがちょっと癖みたいな、自分のちょっと癖みたいなものが固まっちゃって、で後から修正するのがすごい大変だったりするんで、はい、変な癖がつく前にまずはインプットですね。で感覚を養う、何が正しいかっていう感覚を養うわけですね。そうすると自分が今度何かちょっと間違えた時にあれってちょっと気がつくんですね、自分で。はそうですね。ああ、とす全ごい。然最初の方からアウトはい。プットをうん。してもいいとは思うんですけど、はい。でも自分のそのインプットとアウトプットのそはい。の対比って言いますか、あやっぱりその9対1である必要があると言いますか、そっちの方がすごい進化が早いわけなんですよ。うー自分の中の日本語がん。ずっとインプットしてたら。だからミスをしたとしてはい。も、はい。次話した時にはもう自はい。分の中の日本語がインプッはい。トを通してアップデートされてて、うーでそれでん。自分がそのアウトプットしたたびに自分のはい。アウトプットもそれでうん。進化するんで、やっぱり一番危険なのはずっと同じミスを繰り返すことなんですよね。あそれで癖になっちゃったりするんで、だから同じミスを繰り返す暇もないぐらい、ね、インプットを通して自分の中の日本語をアップデートすることが大事だと思います。素晴らしいアドバイスですね、それ。で、ちなみにですね、朝から晩までずっと耳で聞いてたっていうんですけど、例えばどういうものを聞いていらっしゃったんですか？僕の場合は日はい。本のアニメとドラマがはい。メインだったんで、その頃はそんなに日本の YouTube とか発達してはい。なかったんで、そのはい。一回アニメをちゃんとはい。集中して見て、そのうん。後そのアニメの音声を抜いて、それで MP3 にしはて、い。はい。そうずっと一回見たアニメの音声を聞いて、なんとかこの場面はこうだよねみたいな、ちょっと頭の中で想像しながら聞いて、当時はまだそんなにたくさんそういう YouTube の素材みたいのがなかったので、そうで自すね。分で手動で作ってたんですよ。まあ言ってみれば教材を自分で作ってたっていうこそうですね。とですね。そうですね。今だったらやっぱりそのアニメとかドラマって、ちょっと現実の日常会話とちょっと違うじゃないですか。ちょっはい、と変なそうですね。表現使ったりとか、ちょっうん。とそのリアクションがオーバーだったりとか、はい。だからそれでもいいんですけど、すごいそれがアニメとかが好きな人ならそのモチベの、意味でもいいと思いますけど、でもやっぱ YouTube とかの方が本当に自然な日本語が聞けるんで、
まあ、今の時代に、まあ、日本語の勉強をゼロからやり直すんだったら結構 YouTube の方をもっと、使うのがいいのかなって。なるほど。じゃあ今勉強してる人たちはラッキーだっていうことですね。いや本当にそう思いますね。うん。もう本当にいろんなツールだったりとか、はそういう本こうネッ当ですね。トさえあればもういくらでも面白い日本のコンテンツがあるんで。まあでも本当に今ですね、AI もあるし、本当に今、あ、そうですね。なんていうそれも本か、当に有利ですよね。今、言語を勉強するということは。本当にそう思います。しかももうはい。このまま多分どんどん便利になっていくし、はあ、今、まあ、私の動画を見ながら、まあ、英語話者の方も多いです。見てくださっている。はい、まあ、中国語話者が多いですけど、英語話者も多いし、あと、まあ、日本人で、英語とか中国語を勉強しているっていう方もなぜかよく見てくださってるんですけども、まあ、やっぱり、皆さんよく挫折されてるんですよね。あ、そういう人たちに、何かアドバイスとかありますでしょうか？やっぱ一番ははい。自分が楽しいと思えるような勉強の仕方、まあよくあるアドバイスなんですけど、やっぱり自分の勉強が楽しくなかったら続かないですよね。で、僕の場合はやっぱりインプットを重視してるんで、まあ、コンテンツになってくるわけですよね。その自分が本当に好きなコンテンツ、もう興味があってもっと見たいと思うようなコンテンツを見つけるのが本当に大事なんで、もうそういうコンテンツ、面白い YouTube だったりとか、面白いドラマとかを探す作業も、まあ、勉強のうちで考えた方がいいと思うんですよね。そこをサボっちゃったらもうそこからもう始まらないって言いますか。じゃあ難易度はどうですか？自分のレベルより割と高いもの好きだったら結構ちょっと難しいかなぐらいでも結構いけちゃう感じですかね？まあそうですね、まあ、それはちょっと人によると思うんですけど、僕が日本語を勉強してた時はもう難易度をほぼ気にしてなくて、まあ、客観的に見てもう全然もう自分のレベルからするともう絶対難易度高すぎるものを結構そればっかり使ってたんで、でもそういうコンテンツがすごい好きだったんで、別にもう知らない単語がめちゃくちゃいっぱい出てきても、まあ、全然調べるのも苦じゃないし、普通にそれを楽しいと思って勉強できたんで。でも人によってはやっぱりもう分からない単語が多すぎるともうすぐ挫折しちゃうみたいなタイプの人もいるんで、そういう人だったらまあもっと難易度気にして、まあ、多少内容自体がちょっとつまらなくても、まあ、自分の理解できる範囲内のもの、もしかしたらそっちの方がいいかもしれないですし、自分の中のそういうまあどれだけ好きかとどれだけ自分の今のレベルに合ってるかっていうのを、まあ、結局どっちかを妥協するしかないと思うんですよね。どちらにしても続けられるっていうことが一番大切ですね。そうですね。他にも聞きたいこといっぱいあるんですけど多分はい、もうすぐに時間が経ってしまったので、じゃあ、続きはですねマットさんのチャンネルで英語で話してらっしゃる場面もあるし、日本語で、はい、今みたいに日本語で話してらっしゃる場面もあるし、言語学習のコツについてたくさん聞くことができると思いますね。他になんか今されてる活動とか何か PR したいこととかあそうですね。れば、はい、どうぞお願いしまあ、ます。ずっと今まで2018年頃から YouTube やってるんですけど、ほとんど英語でずっと日本語の勉強について英語で、解説してる動画がほとんどで、で最近日本語のチャンネル、日本人向けに、日本語を話してるチャンネル作ったんですけど、まだ少ししか動画上がってないんで、今ショートしか上がってないんで、まあこれからいっぱい上げていくつもりなんで、まあよかったらその登録してくださいと、オンラインサロンもやってまして、これもまあ英語で日本語の勉強について話す感じなんですけど、まあすごい真剣に日本語を勉強してて本当に、ペラペラになりたい人たちが集まってるんで、まあ、ちょっと勉強仲間が欲しい、まあ、英語ができて勉強仲間が欲しい方がいたらぜひチェックしてください。はい、ぜひ、概要欄の方にそのマットさんのチャンネルとそのオンラインサロンについて貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、どうでしたか？とにかくアメリカにいる時でも毎日日本語漬けの生活を送っていたとおっしゃっていましたね。もしあなたが英語話者で身近に日本語を話す相手があまりいないとか、
日本語の環境がないとか、あと一緒に励まし合えるような友達が欲しいと思っている方は、マットさんのオンラインサロンに入ってみるのもいいかもしれませんね。詳しくは概要欄をご覧ください。こんな風にいろいろな外国人の方たちにインタビューして、どうやって日本語がそんなに上手になったのかということをお聞きしています。他にもいろいろな動画がありますので、見逃したくない方はチャンネル登録をお勧めします。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。